はい、こんにちは、小林邦洋です。今回はドイツハンブルグ編をお届けいたします。メインミッションはですね、私のやっている油脂ビジネスですね。こちらのビジネス開発というのが、メインミッションになるんですけれども、せっかくね、私ハンブルグ行くの初めてなんですよ。なので、空き時間利用してね、街歩きとかもしていこうと思っておりますので、その模様をぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦洋が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったらぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではドイツハンブルグ編スタートです。さて、というわけでですね、一日のスタートでございます。朝方はね、雨降ってたんですけど、今は止んで、非常に今日は気持ちいい一日になりそうだなというような雰囲気ですね。で、メインミッションで申し上げたんですけれども、今日は今ちょうどこれから向かうところです。私のやってる油脂ビジネスね、油脂オレオケミカルってやつですね。油脂ビジネスの新規開拓というのがメインミッションになりまして、ある会社さんと商談を予定しているという形ですね。似たような商売でですね、前回ドイツデュッセルドルフ編というのもやったんですが、その続きっちゃ続きですね。やっぱりデュッセルドルフだとあれはライン川なのかな。で、ここハンブルグはエルベ川ですよね。エルベ川は北海に流れ込むのかなという形になるかと思うんですけども、やっぱりこういう歴史的な港湾都市はドイツ輸出産業貿易産業やっぱ盛んですよね。なのでやっぱりご多分に漏れずここハンブルグにもいろんな会社さんがいらっしゃって、その中でもちょっとねメール等でやり取りしてて可能性のありそうだなというところと今日は商談するというような形ですね。はい、今はね朝9時半ぐらい、まだ街はねちょっと静かっていう感じかな。でも本当気持ちいい一日ですよ。ちょうど今から川を渡るところですけどね、こんな感じ。せっかくだからあれかな、ちょうど今真ん中にねそびえ立つのが聖ニコライ教会かと思うんですけども、せっかくだからちょっと行ってみましょうか。歩くちょうど途中でもあるんで。ちなみに反対側はどんな感じかというとこんな感じだね。でもほら見て、ところどころになんか渡し船じゃないけどなんか船着き場みたいなところがあるから、やっぱりここはそういう産業が盛んな場所なんでしょうね。ちょっとね川の水が微妙っちゃ微妙なんですけども、でもそうその辺の歴史も感じるような雰囲気がありますよね、やっぱり。はい。さあ、というわけでとりあえず取引先の方へ向かってね歩いていきましょうか。ちょうど今ね私の目の前が聖ニコライ教会でございます。もうあれだよね、1000年近い歴史あるんだよね。ハンブルグがね、世界史勉強された方ならご存知でしょうけど、第二次世界大戦の時にねアメリカとイギリスに空襲されるんですよね。でその時に結構大きく破壊されたというような教会ですよね、確か。でもやっぱりヨーロッパはこういう街歩きが楽しいね、ほんと。いやいや、だってなんかすごいよね、この歴史を感じさせる。こういうの見るとなんかほんとタイムスリップしたような気分になりますよ。ご存知の方もね多いですけど、ハンブルグはドイツだと2番目かな、人口でいうと。ベルリンの次ぐらいじゃないかな。フランクフルトの方が多いのかな、多分2番目だと思います。はい。で有名なのはやっぱビールですよね。ビール産業で
僕も私自身がハンブルグに来るのは初めてなんですけれども、私のいろいろ貿易で輸入している海上コンテナはですね、ハンブルグ号には大変お世話になっておりまして、そう、有名な会社でいうとハパックロイドとかね、日本にもコンテナ船就航してますけど、ハパックロイドの本社があれだよね、ハンブルグですよね。多分ひょっとしたら、うわ、すごいな、鳩が。高速道路とかでハパックロイドのコンテナ見たことあるって方いらっしゃるかもしれないですけど、そんなハンブルグ港で、まあもうちょっと言うと、なんかたまに自分のコンテナがハンブルグで抜き打ち検査にあって、追加料金請求されたこともありますけど。そう、でもここはね、決して海に面したわけじゃないじゃないですか。でも未だにやっぱり、港湾都市としてね、形成されているというところですね。ちなみに最近だとあれかな、Google 本社なんかもあるかな、ドイツの。ね。さあ、というわけで、やってまいりました、聖ニコライ教会の。うわー、すごいな、鳩。糞とか落とされたらマジ嫌なんだけど。ちょっと中までは入る時間はないんですけれども。ほら。あれだよね、一部は空襲されずに残ったって言うんだよね、確か。はあ。読めないけど。多分だよ。ドイツ語読めないから分かんないけど。ここだよね。1943年、44年に、まあ、きっと空襲のことが書かれてんじゃないかなという気がするけど、今はあれか、中にエレベーターがあって、上へ行けるようになってるのかな。こういうやっぱりなんか歴史感じる街並みでお仕事するっていいですよね。ほんと心なしかね、取引先へ向かう足取りも軽いです。はい、ちょうど今10時。いや、すごいね、この建造物。また街に鳴り響く鐘がたまらないね。ちなみにそうだ、まあ今日は新規開発の日ですけど、まあこういうね YouTube 動画上げてるとフラッと来てるように思われるかもしれないですけど、意外と僕入念ですからね。はい、なんだろう、まあいろいろ調べてる中でね、インターネットで当然見つけるじゃないですか、候補先を。でその後メールでいろいろやり取りしたりするんですけど、まあメールとか今だとやっぱチャットだよね。チャットでもやり取りしたりするんですけど、なんだろう、ポイントはですね、お互いにとってメリットあるかっていうあたりは考えますね。はい。僕自身にとってもこの人と会う意味あるかなっていうのはやっぱ考えるし、多分相手もしっかりだと思うんですよね。でそんな中で、最終的にうまくいくと会うという形なんですが、ここまでいったらやっぱり絶対に会います。それはなんでっつったら、お互いに自分の市場価値認めてるから会うわけですよね、当然アポイントは。ということは、そういう、これは僕のね、ビジネスコンサルティングで日頃お話ししている内容になるんですけど、価値の等価交換っていうかね、僕は僕でこの打ち合わせにあたって先方とね商談していろいろ情報を与えますけど、同じようにね先方からも僕の知らない情報、やっぱりあったからこそ得られる情報っていうのをもらえる可能性があるんで、なのでそのいろんなコミュニケーションを通じてある程度のもう段階に達したなとなった時に初めてじゃあ現地行って会おうよという形ですね。いかんせん僕も海外出張の頻度が多いから、すごいフットワーク
軽く動いてるように見えますけど、もちろんフットは軽いんですよ。かなり軽い方だと思うんですけど、でもかなりその辺のお互いにとっての市場価値って何なんだろうっていうのは、メールやチャットのやり取りしながら見定めるっていうのはすごい重要かなと思ったりしますね、というような話をしてたらですね、これがちなみにハンブルグ視聴者だよね。うわー、絵になるわ。ツイッターじゃないや、 YouTube のサムネはこれかなっていうぐらいの素晴らしい建屋だね。ルネサンスっていう感じだけど、いやいやいや、これも中はあれかな、見学できるのかな、ちょっとわからないけど、試しにちょっと行ってみようかな。ね、こういう左右対称の対称性のある幾何学性のある建物大好きですね。入れるのかな、全然下調べしてないからよくわからないけど、とりあえず1886年に建てられたと。1842年の大火災の後だね。1886年から97年にハンブルグの7人の建築家で設計されたというようなことが書かれてますね。こういう時ね、ドイツ語、英語、フランス語、そして中国語っていうのがね、まあ日本人ビジネスマンとしては複雑な心境なんだけど、一応ちょっとちらっと見れるとこだけ見てみようか。こういうドイツのやっぱ重厚感のある建築物っていうのは素晴らしいよね。あ、ここで入場料を払うのかな。そういうこと？あ、違うな。ああ。今も視聴者として機能してるっていうこと？なんか空いてなさそうだけどカフェもあるし。なるほど。マジでドイツで働きたいわ。こういう街並みのところで働くと本当いい人生を送れそうな気がする。さあ行きましょう。時間もないのでね。さあちょっとやばい。寄り道すぎた。急がないと。あ、見て。視聴者の横。おなじみのユニクロさんが何？ハンブルグ視聴者の横がユニクロなの？すごいな、ユニクロって。いけるっていうかなんていうか。ちょっとね、もう一箇所だけ。ここもやばい。すげえフォトジェニックっぽい。水の都だね、やっぱりハンブルグは。やっぱりこうしてみると、ここが港湾都市として栄えたのもなんかわかるような気がするわ。こういうのわかる？なんか水面にこう対照的に映し出されるのがすごい絵になるよね。うわー、いいわー。さあちょっとマジでやばい、行かないと。あ、でもこれ水上バスの駅になってるってことなのかな。しかもほら見て、やばい、さっきから水路ちゃんと塞いで運河になってるんだね。へえ、面白い。うわー、どんな風になるか見たいなと思ったらちょうど来た。やばい、ちょっと待とうかな。来た来た来た。でもあれだね、今私の方向いてる信号が赤ってなってるから、この船はシンプルに自動的に通過できるのかな。なんかさっきベルがリンリンってなったけど、
こういうのあるよね。でもオランダとかでも。でもこうやって本当いまだにこういう海運産業のなんか短所をね垣間見れるのは楽しいね。あ、ここで一回止まるの？ひょっとして。あ、でも通過か。でもほら、建設機械を運んでるんだね。観光船じゃなくてね、ちゃんと。へえ。面白い。あれでも止まっちゃうのかな。いや、そんなことないね。向こうに抜けれるのか。向こう側はどうなってんだこれ。やばい、マジで時間ない。時間ないけど、興味がありすぎて。ああ、こっち側でも今、ほら、赤信号になってんじゃん。あ、ここでほら、見て。赤信号でね、ほらほら今。これ何？ここで今、やっぱり、なんていうの？それこそパナマ運河とかである、この調整弁が働くのかな、ここで。どうすんだろう、これ。うわー、見たいけど、やばい、時間がない。どうしよう、どうしよう。ほら、見て、明らかに水面が上がってきましたよ。もうちょっとで、この、敷居の左右で、ほぼ同じになりますね。まだちなみに信号は赤信号。そうか、こういう景色ってなんかオランダっていうイメージあったけど、ハンブルグでもあるんだね。なるほど。もうちょっとしたらあれかな。だいぶもう水面が一緒になったから、敷居が下がるのかな。お、この、なんていうの、水門って言えばいいのかな。水門が今ほら、下がりだした。ちょっと深さ何メートルぐらいあるのかわかんないんだけど。見事に消えましたね。まだちなみに信号は赤。そして信号が青になって出てきました。水門追加。かっこいい。なんかちょっとタイムスリップした気分にすらなるこの時間。うわー、すごいな、これは。ちょっともう時間ないから、マジやばいから行かないとまずいけど、そうするとまた水門が上がるのかな、多分。
そういうことなんだろうね。そっか、だからさっきの水上バスの駅じゃなくて水門のステーションなんだね、これは。なるほど。勉強になりました。やばい、マジやばい。行かないと。くつろぎすぎた。メインミッション忘れてました。行きます。さあ、ほぼ着きました。遅刻してしまった。許容かなとか言って。どこだろう、取引先。ちょっと、ここかな。取れるかどうかわかんないですけど、行ってまいります。着いた。Hello. Hi, my name is Kobayashi. Thanks for waiting. Thanks for waiting. Sorry to keep you waiting. Thank you. Come in. Yes. So my Greenpact Corporation is a Tokyo-based trading company in Japan. ミーティングはね、だいぶ盛り上がりまして、まだちょっと話し足りないということでですね、お昼ご飯招待いただいて、ちょっと近くでささっと一緒に食べようということなんでね、ありがたい話なんで、お言葉に甘えて、とりあえず今からランチ行きます。ランチ終わったらね、一回ちょっとミーティングの内容とかね、整理しようかなというところですね。はい。やっぱでも人との出会いっていうのはやっぱいいですよ。ちなみに近くにあるマリオットホテルに参りました。そうランチはだからあれだね、ドイツ感はないけど、まあこういうのがよくあるインターナショナルビジネスですから、もしハンブルグローカル期待されたら大変申し訳ないんですけど。なるほどね。やっぱりビジネス街だとちゃんとドイツはこういうクイックランチってあるんだね。そうだからもうささっと食べる本当ビジネスマン用のメニューが充実してるあたりがやっぱりここはドイツだなっていう感じするね。はい。Thank you, danke schön。クイックランチとかなりのボリュームですけど、ポークフィレね、豚肉のフィレをいただこうというところですね。ちょっとノープロブレム、ノープロブレム。ちょっと一応ね、順序は前後しますけど、せっかくなんで先方のご好意でですね、ハンブルグといえばやっぱビールですのでね。ね、だって何年、800年近い歴史ありますよね、ハンブルグのビール産業。なので、ちょっとお昼時で大変恐縮ですが、ビールだけいただこうと思います。なんかコクがあるね。ホップの香りがすごい強い。今日なんかね、いい天気ですし、商談もまあまあうまくいきましたし、ね、ビール飲んで最高ですね。そう、全然ちょっと僕ビール詳しくないけど、これハンブルグのビールのブランドの一つみたいでね、定番ということでいただきます。ちょっと食べ終わったらね、歩きながら整理しましょう。さて、商談も終えましてですね、なかなかいい商談でございました。先方からですね、こっち通って帰れと言われてですね、やってきた場所がございます。それがですね、こちらの内アルスター湖ですね。こちらにやってまいりました。なんかあれだね、青と緑の共生という感じで、これぞハンブルグというような感じがする場所だね。ちなみにそう、2024年4月ですけど、今日もなんか昼間になるとね、だいぶ暖かいから、こうしてね、オープンテラスもすごい賑わってて、確かに今オープンテラスとかでも最高の時期だなっていう感じはありますね。いやー、いいなー、こういう場所は。なんか一仕事終えてこういう景色眺めてると、
ここに来てよかったなっていうふうに思わずにはいられないような時間ですかね。さてまあ一応商談のね総括をすると、せっかくなんでね景色バックにしてお話ししますと、なかなかいい打ち合わせでした。まあ油脂ビジネス自体は非常に時間がかかるお仕事なので、すぐにどうなるかというのは分かりません。はい、どうなるか分からないんですけれども、でも今日ねやっぱ何がいいって、やっぱ価値観の合うビジネスパートナー候補と出会えたっていうのはやっぱ最大の収穫ですね。はい。まあいろんなところでお話ししてますけど、海外ビジネスをやるとき、僕がやっぱ一番重視するの、こうやってね現地へ来たときやっぱ一番重視するのは相手の話を聞くことですね。やっぱり生の言葉を聞けるっていうのが僕は最大のこの現地へ赴くメリットだと思ってるんですけれども、ちょっと脱線すると僕ウペポのねご興味あれば概要欄でリンククリックしていただけると嬉しいんですが、ウペポのインスタライブとかやってるとね、マシンガントークってよく言われるんですけど、でもちゃんと聞くときは聞きますからね。そんなわけでですね、やっぱり相手の話を聞くっていうところをやっぱり意識して今日は時間を過ごしてました。でやっぱりこれがねやっぱり新しいチャレンジを、特に海外で新しいチャレンジをねやめられない理由だと思うんですけれども、やっぱり新しいチャレンジをしたから各国で他の今までの業界では出会えない人と出会えるわけじゃないですか。で出会った上でしかもその企業哲学とかね理念とかそういうところが価値観が合う人と、要は意気投合できるわけですよ。もうねこの瞬間の喜びたるやって感じですね。本当海外ビジネスやっててよかったと思わずにはいられない瞬間ですね。で今日はもちろん息の長いビジネスなんでまだこの先どうなるか分かりません。はい、そのための開発なんですけれども、でもそういう新しいチャレンジをして、それでね価値観が共感できる方とこうやって異国の地で出会えるっていう、もうまさに海外ビジネスのね醍醐味を今日は体験できたんで、今はねすごい満足感に浸ってるというところですね。そう本当ねやっぱなかなかね価値観の合う人と出会えるっていうのはやっぱ少ないんですよ。僕よくお話しする内容でもあるんですけど、ビジネスコンサルティングとかでね2つ工場がありますと。例えばね一つは良い商品作ってるけど価値観の合わない社長で、もう一つは商品はまだ全然ダメだけど価値観の合う人、どっちと付き合いますかって言ったらやっぱりね後者ですよ。商売として長く続くのはやっぱそっちですね。はい。というのは価値観さえ方向性さえ一致すれば良くしていくことっていうのは簡単とは言わないです。簡単とは言わないですけどやっぱできます。はい。でも何かの拍子にやっぱり良いものっていうのはやっぱり崩れることもありますし、その時に価値観が合わない人とはやっぱ立て直せないですよね。はい。なのでやっぱり今日は価値観の合う人と出会えたので、この方と一緒だったらこれから一緒にチャレンジできるなっていう感触を得たのがね今日最大の収穫かなというところでございます。はい。さて私はねただいま港湾部の方へ向かってるんだけど、これはね今 Google マップで見たらセントピーターチャーチっていうんだね。またちょっとあれだね、建築様式が違って興味深いですね。いやーハンブルグいいなあ、楽しいよ。ちょっとねどうしても行きたいところがあるんですよ。それどこかっていうと海洋博物館。やっぱりハンブルグと海洋産業はね、海運産業は切っても切り離せないですから、せっかくなんでねそれだけはちょっと見たいなと思ってるんです。今日ちょっとね実はこっちの時間の夕方に
So let's say you were 南米とズーム会議があるんで、意外と僕に残された時間は限られてるんですけれども、ただちょっと駆け足ですけど行きたいなというのと、あとちょっとやばいメールが溜まってるからカフェでささっとパソコンだけは処理したいって、そんな感じかな。はい、そんなわけでとりあえず今あてもなくですね、テクテク歩きながらなんかどっか入れるカフェがあれば入ろうかなっていうような感じで向かっているところでございます。本当でもハンブルグのこの中心地はあれでいいですね。タクシーいらずで歩いてて全然行ける。ようやく中心部を離れてカフェっぽいとこ見つけた。ほんならいいんじゃない？全然わかんないけどね。なんとなく想像してたカフェです。こういう感じのところあるよね。カフェあるね。Hello, flat white? No, here. さて、ちょっとフラットホワイトで、そうだから日本とドイツがこの2024年4月現在は、7時間ね、7時間の時差なんで、今ちょうど夜9時でしょ、日本時間。午後、こちらが午後2時なんで、だから一回ね、やっぱりちょっとメールチェックする時間があった方がヨーロッパの旅は気楽に行きますね。一日ね、朝からノンストップで夜まで外いると本当帰ってきてからあまりのメールの数にやっぱり結構がっかりするんで、なのでやっぱこういうカフェで Wi-Fi で仕事してっていうのは結構必須ですね。街中で仕事できる、まあメリットでもあるけど、なのでちょっと仕事したらいよいよね、目的地へ行こうかなというところですかね。さあ、というわけでちょっと歩いてやってまいりましたよね。なんて言えばいいの、倉庫街って言えばいいのかな、絵になるじゃないですか。またこういう赤レンガがね。ここはドイツの函館だって言ったらドイツの人に怒られそうですけど、そんな感じのね、港湾街をちょっと歩いて目的地を目指しましょうか。さあ、というわけでやってまいりましたよ。こちらね、マリタイムミュージアムっていうのかな、日本語で言うと何、国際海洋博物館とかそんな感じ。ちょっとどんなもんかはわからないんですけど、やっぱりなんか私も自分のコンテナがよくここを経由することをね、ハンブルグ経由で来ることよくあるので、せっかくだからここだけはちょっと一回見てみたいなと思って来た次第です。だって歴史はわからないけど、ほらハンザ同盟とかね、僕は世界史じゃないんでセンター試験地理だったんで世界史あんま詳しくないんですけど、でもそうドイツのビール産業とかね、ハンブルグのやっぱ海運物流があったこそ成り立った産業もいっぱいありますもんね。なのでやっぱちょっと歴史には今日せっかく来たんで触れときたいなというようなところですかね。はい。さてやってるかな。やってないと悲しいんだけど。あ、よかった。入場券を買うのかな。時計が全然ないんだけど。時計がない。でも、あ、誰かいた。とりあえずここ入ればいいのかな、まず。あ、なんかマリングッズっていうのもおしゃれだね。うわー、なんか買って帰りたいかも。ちょっと
入ってみるか。なんかね、荷物はね、持ち込み禁止で、だからロッカーに今預けました。さあ、というわけで、この階段を登ってスタートらしいんだけど、行ってみましょうか。個人的には空いてるのが嬉しいです。静かに見たいですもんね。まずは何が何かはよくわからないんだよね、正直言えば。ただ空気感をちょっと感じたいなと思って。そう、本当にね、だから冒頭申し上げたような気がするんですけど、西アフリカあたりからね輸入する場合、いまだにやっぱりハンブルグ経由の船ってめっちゃあるんだよね。こういうやつね、こういうコンテナ船、これで来るわけですよ、いまだに。今ほら、この2024年4月航海がね若干閉鎖されてるんで、今南アフリカの喜望峰を回らないといけないというのでね、結構日数とかに影響は出てるんだけど、でも当然昔はこういう船から始まったんでしょう、多分。やっぱり物を運んでこその貿易だからね。だから歴史とは切っても、ヨーロッパの歴史の中で海運っていうのはやっぱ切っても切れないよね、ほんと。そして縄ね、これもほんとシンプルに見えるけど、求められる強度レベルとかめっちゃすごいからね。いまだにやっぱり誰でも作れるもんじゃないもんね、船用のこういうのって。まあ多分過去から作っては切れて作っては切れてっていう、多分歴史の繰り返しだったんでしょうね。そしてチャイナ、中国の海運産業の歴史と、紀元前3世紀から15世紀って書いてあるね。ね、日本の歴史学んでても中国とのそういう海洋関係の交流っていうのは出てきますもんね。そっか、ちゃんとここにもそういうのも飾られてるんだね。なるほど。こっちはシールートとインディア。ああ、なるほど。東インド会社とかそういう歴史だね。バスコダガマとかコロンブスとかそういう世界だよね。でも当時としては15世紀、当時としては立派な船でやっぱり航海されてたんだね。なるほど。興味深いなって、ほら見て。さあ、Development of European Colonial Empires up to 1700って1763ね、つまり
1763年までヨーロッパのその植民化がどう進んだかっていうのがこう今書かれているというような感じですね。この頃だとまだアメリカはまだこれぐらいの扱いだもんね。こうして見るとやっぱり海運があったから今の社会が成り立ってるわけだもんね。しかもこうやって見てると自分の行く国が結構多いっていうのを少し感じたりもしますけど。そういえば私事ですけど、私の祖父もね、長崎の三菱造船所でのいわゆる技師っていうのかな、技術者だったんで、なんかそういえば子供の頃から模型でねこういう船はよく見てたので、なんか妙に、当然もう祖父は他界してるんですけども、なんかノスタルジックな気持ちにもさせられる場所ですね。今でこそね、日本において船舶産業っていうのはあまり日の目を見る産業じゃないかもしれないけどね、韓国とか他に取って代わられちゃったからね。でもそのモーターとかね一つ一つ取ってもその進化の歴史はすごいですよね、本当。船か。こういう絵のような感じね。なるほど。なんかどっちかっていうと私飛行機系 YouTuber ですけど、船はなんかやっぱロマンがありますね。この辺があれだね、私のビジネスエリアだね。コンテナタイプだってね。皆さんも街でトラックがねよく引っ張ってるのを見たことあるかもしれないですけど、20フィート40フィート i キューブね、用途によっていろいろあるわけですよね。リーファーコンテナとかね、リーファー、冷蔵冷凍コンテナとかね。あと今日ね訪れた油脂関係でいうとこういうやつね、タンクコンテナとかね。そう本当海上物流は奥深いですからね。ちょうどいいのもあった。どうやってコンテナが積まれてるかっていうね。結構だから今ね、南回りの荷物も増えてきてね、そうすると温度の影響を受けるじゃないですか。だからこういうコンテナ船でも上の方に積んでるのと海面より下の底の方に積んでるので全然温度帯が違うんだよね。だから何とは言いませんけど、商品によってはね、海面より下に積まないと傷んじゃうものなんかもあったりするんですよね。デベロップメント・オブ・コンテナ・バッセルと1968年エルベ・エクスペリスというか、これエルベ川から来てんだろうね多分、ハンブルグのね。こうやってどんどん積み込める量が増えましたというような話ですか。これが1949年のって書いてあるよね。マースクとかね、世界的大手の会社ですよね。いや
自分の仕事について考えさせられるよ、本当。はい、というわけで駆け足ではございましたが、非常に個人的にはいい学びの時間でした。やっぱりなんだろうな、ローマは一日にしてならずというか、ハンブルグがなぜ国際的な海運都市としてね、今でも物流の要所なのかっていうのをこうやって博物館見てるとね、改めて感じずにはいられないですね。まあ僕自身も本当今日初めて来て、本当いいなここはというふうに思ったので、ぜひね仕事をこう頑張って、またここへ戻ってくる言い訳を作りたいなというふうに思います。はい。というわけでね、ちょっとそろそろズーム会議の時間なのでホテルに戻りましょうか。はい。というわけでドイツハンブルグ編、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることありましたらいいねってですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして海外ビジネスにご興味のある方へ、私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者事業主の方へ向けて YouTube では発信していない海外ビジネスの情報、こちらをお届けしております。もちろん経営者の方だけでなく、これから海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE アカウントのリンクつけております。ぜひこの機会にご登録ください。そして海外で英語を使って、国内でもだね、英語を使ってビジネスをしたいという方へ、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE 小林ビジネスイングリッシュのご紹介です。私自身ね、もともと決して英語がペラペラ喋れる人間ではなかったんですが、どうすれば最短距離で英語を仕事で使えるようになるのかということを考えた時、それは海外お仕事でね、実際にあり得るシナリオでどれだけ練習を重ねられるかと、ここじゃないかなというふうに思うわけです。でその点でこの KBE 小林ビジネスイングリッシュは、空港やホテルのようなね、出張の移動時から始まって、特に重要な商談ですよね。商談時あり得るシチュエーションというのをたくさんご用意しております。ですのでこのシチュエーションに合わせて練習していただければ、必ずや皆さんのビジネス英語のスキルというのは飛躍的に伸びるというふうに確信しております。この KBE 小林ビジネスイングリッシュの LINE アカウントもこの動画の概要欄についておりますので、ぜひお気軽にポチッと押していただきまして、そして今では、無料体験会、こちらもね承っております。そして無料体験会ご参加のいただいた方には、これも私小林邦弘自ら監修した、特典、こちらもね、ご用意しておりますので、ぜひこの特典も受け取っていただいて、皆さんのねビジネス英語のスキルアップしていただけるとよろしいかなというところでございます。そして最後に私小林邦弘の本のご紹介です。集英社インターナショナル新書より鉄道ビジネスから世界を読む絶賛発売中でございます。今日はね、海運という切り口でいろいろお届けしたんですが、同じくね世界の発展を語る上で鉄道欠かせません。今でもです。そんなね、鉄道ビジネスから見えてくる世界のリアルというものがありますが、これを私が分かりやすくまとめたものになっております。概要欄にはAmazon のねリンクをつけておりますが、ぜひお近くの書店で、もしくは Amazon 等のネット書店で実際に本を手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回は以上です。最後までありがとうございました。